で、次が一番重要です。この距離になったヤングリンクは飛び道具をもちろん打ちたくありません。はいどうも、スマブラプロのパセリマンです。今回はですね、飛び道具の対策、いわゆるガンマチ戦法についてどうやって崩していけばいいのかというのを、解説していけたらなと思います。基本的に飛び道具っていうのは、発生前の隙や発生後の後隙が結構長くてですね、例えばウルフの空輸だったら空輸してからガードするまでこんぐらいの時間なんですけど、ブラスターは結構長いです、隙が。ただ、距離があるので、遠距離の攻撃、最もリーチの長い技はやっぱ飛び道具って言われてますね。こんぐらいの距離で届く攻撃ってのはもう基本的には飛び道具になるんじゃないでしょうか。距離が長い分、こっちに攻撃が届くまでも長いので、非常にガードはしやすい。打ったの見てからガードができる。そういった特徴の技になってますね。この飛び道具に対してどうやって対策していくのかという話なんですけど、基本的に飛び道具は遠距離だとリスクがつけられません。この距離とかですね、ガードしてももちろん反撃はないし、ジャンプしても避けることはできるけど、ジャンプクールとかで差し込めません。まず、飛び道具を咎めたいのであれば、ジャンプして差し込める距離、もしくはダッシュガードで詰めた時に反撃を取れる距離、目の前でガードできる距離ですね。ここだったら、この距離でダッシュガードしていったら急に掴みに行けるんですけど、この距離だとダッシュガードしてもここが限界なので、どうしても距離はやっぱ詰めづらいです。なので、まずはこの距離にしましょう。遠距離からローリスクにこの距離にすること。このダッシュガードで一瞬で目の前に詰められる。かつ、飛び道具を避けた時に、毎完成空中攻撃で相手の飛び道具の隙を枯れる。そういった距離にこと。これが飛び道具の一つ目の対策になります。飛び道具への対策というのはですね、簡単にこの技使えばいいよといったものはなく、ちょっと複雑な技なんですね、飛び道具っていうのは。当然その性質そのものがすごい遠距離まで届くっていう変わった技になってますので、対策もちょっと変わったものになります。ちょっとこの距離にしてみました。この距離にしてみたら、実際に対戦してても、飛び道具打たれても、飛び道具さえ読んでしまえば、ジャンプして、敵を狩ることができますよね。もちろんこれダッシュガードでも同じです。ただ、対戦ギアなので、この距離にしたら毎回人間が飛び道具を打ってくるというかというと、そういうわけではなくてですね、この距離にすると、飛び道具側は、リスクがつくので、飛び道具が打ちづらいよという状況になります。当然、飛び道具を避けようとするこちらのジャンプやダッシュガードというのも、ウルフ側は対策して、例えば大ジャンプクイーンで迎撃してきたり、ダッシュつかみで迎撃してきたり、こっちのダッシュに合わせてダッシュ A をすることによって、相手も飛び道具にリスクをつけるこちらの行動に対して、また対策を打ってきます。つまりこの距離にしたら、ウルフ側は他の行動をしてくるってわけですね。ただ一つ気づいてほしいのは、この距離にしてしまえば、飛び道具は使ってこないということなんですよ。なので、この距離、この遠距離はお互い飛び道具しかすることがないから飛び道具をする。飛び道具を持ってないキャラは一方的に飛び道具をガードするしかないんですけど、この距離にしてしまえば、飛び道具なしの戦いになりがちです。じゃあ実際この距離になったら何するのかというんですけども、この距離になったら、飛び道具を読む場合は、大ジャンプクーエヌ、もしくはダッシュガード。相手の大ジャンプクーエヌやダッシュ A を読む場合は、ここでガードしてればいいですよね。相手が勝手に攻撃を振ってくれるので、この距離を陣取ってガードしておけば問題ないです。じゃあ、ダッシュつかみをしてきた場合どうすればいいのか。今度はこの引きステップとかが有効になります。この距離に詰めた段階で、相手側は飛び道具を打ちたくないので、他の行動をしてくる。他の行動っていうのはですね、こちらを迎撃する近距離の攻撃になります。この近距離の攻撃は、引いていなすことができます。それが基本的な飛び道具の対策。じゃあ、引いた際に、もし飛び道具打ってきたらどうなるのかって話なんですけど、この距離でじゃあ飛び道具を打ってもらいましょう。こうやって引きステップして、飛び道具来たと思ったらガードができるんですよ。なので、この引きステップというのはですね、仮に読み分けても、ほとんどリスクがない技です。なので、この距離にした引く、この距離にした引く、みたいな。この距離にしたジャンプで引くとか、引きステップで引くでもいいんですけど、この距離にしてから引くということ。これもまた重要になってきます。この距離にすると、飛び道具を打ちたくない相手は他の選択をします。ようやくまとめますと、この距離にすると、飛び道具を打ちたくない相手は他の行動を選択しようとします。他の行動を選択したときに、この引きステップというのが多く刺されます。例えばダッシュつかみやダッシュ A、大ジャンプクイーンだった場合、この引きステップは基本的に引かれてしまうとリーチがないので届かないですよね。なので、まずは飛び道具をリスクつける距離に行く。ここで相手が何をするのか、飛び道具以外は何をするのかを考えます。で、仮に飛び道具だった場合は、引いてガードしましょう。これは見てからガードできる距離にいるので、先ほど言ったように飛び道具は遠い距離だと見てからガードができますよね。なので、
引くこと。そしたらこうやって簡単にガードができます。つまりほとんどリスクなく、なんとかこのガードにまで近づけて、この距離にまで近づいてきてしまえば、割とローリスクに相手の飛び道具を封じながら、ちゃんと読み合いができる。しかも、飛び道具を打ってきて、仮にこっちが読み負けたとしても、ガードが間に合うといった、そういう対策が主になっています。トレモだけだとちょっと何言ってるかわからないと思うので、ちょっと実戦のリプレイを再生して解説していこうと思います。はい、こちらね、知り合いのヤングリンクの方と対戦していただいた際のリプレイなんですけども、ちょっと飛び道具の打つ距離、ヤングリンクが飛び道具を打つ距離に注目していただきたいです。ここ、まず、ヤングリンクはこの遠距離なので、当然飛び道具打ってきました。僕も飛び道具をガードしてもいいんですけど、ガードするとガードを削られちゃうので、とりあえず引きステップで様子を見ます。で、これ前出て、やっぱりこの距離でもヤングリンクは弓2回目なんですけど、ちゃんと打ってきますよね。これは遠距離なので、ヤングリンク側は飛び道具がやっぱノーリスクになってます。こちらも絶対やっぱ飛び道具っていうのは当たるのが一番相手を楽にさせてしまうので、とりあえずガードします。で、まだ遠距離なんで、ヤングリンク弓打ってきます。で、今度、ここちょっと今僕ジャンプで近づきかけましたよね。そしたら、ヤングリンクも逃げました。この逃げた状態っていうのが非常に大事で、近づけば相手は逃げます。つまり、まず近づくこと。で、近づきながら攻撃を当てるっていうのはすごい難しいので、まず近づく距離にします。で、今度一回相手は逃げたので、また距離を確保できました。そうしたら相手がやっぱり飛び道具を打って、今度ブーメランを用意してますよね。ウルフ側は、これウルフ側が僕なんですけど、とりあえず、この距離のままご利用していっても、距離を引かれて、しかも次飛び道具が来ることを読んで、一旦仕切り直してます。で、今度、この距離になりました。この距離は、ギリギリ飛び道具にリスクつかるかつかないかぐらい。ジャンプで良ければつくんですけど、ちょっと厳しいだろうなということで、一回引いてます。で、これ近距離になりました。ここでほとんど飛び道具は、ヤングリンクだったらブーメランとか近距離で当てた時のコンボが繋がったりとか、ブーメランは近距離で当てたい技なんで、なくはないんですけど、とりあえず近距離にしました。なんで、ここから飛び道具にリスクがつきやすくなってます。なので、ヤングリンクも、ここは空 N になりましたよね。つまり、一旦距離を近づけてしまえば、攻撃を使わなくても、このように、ヤングリンクも空のを使っていきます。これでもう飛び道具ガン待ちの戦法ではなくなりましたよね。基本的に、攻撃を使わなくても、飛び道具キャラの飛び道具を封殺するということは可能だという話です。で、今度この距離になりました。この距離になった時に、これは偶発的に起こってしまった、距離なんですけども、お互い意図してない。ただ、ヤングリンクは横回避で相手から離れようとしてます、このタイミング。この場合は、おそらく相手は距離離れた上に、僕も後ろ向いてるんで飛び道具を打ってくると思います。ちょっと引いて、僕のダッシュ A を引きステップで避けてから、ブーメランで置いてきましたよね。当然、先ほどの距離は遠距離だったので、飛び道具を打ちたい相手の機会でした。で、これはダッシュの隙にガードします。で、次が一番重要です。この距離になったヤングリンクは飛び道具をもちろん打ちたくありません。飛び道具キャラは近距離で飛び道具を打つというのは前の隙も長く、後の隙も非常に長く、遠距離というリーチも活かしづらいので、この距離でガードさえしてしまえば、次はそうです。空中後ろをしていきます。で、僕はそれを読んで飛び道具キャラに対してあえて離れてます。これ引きジャンプですね。で、飛び道具キャラに近づいた。飛び道具キャラは近づいてきた相手を迎撃したい。迎撃するために近畿接技を選択しました。それを読んで、基本的にいなしたい相手に対して僕は引きジャンプをしたというのが一連の流れになります。これが飛び道具キャラに対する主な対策パターンになります。当然この後は掴んでダッシュへ。投げからのコンボが繋がったわけですね。で、今のが悪い例。今のブーメランなんですけど、で、今のが結構悪い例で、僕は今大ジャンプクエヌをちょっと遠い距離で知ったんですよ。そしたら、当然ちょっと遠い距離で無理やり近づこうとしたんで、このブーメランから空前のお仕置きを食らってしまいました。どうしてもその飛び道具キャラに対して、早く近づいて何とかしたい思いはあると思うんですけど、そういうキャラに対してこそ、ゆっくり近づくこと、落ち着いた自分自身の距離を見極めることが大事です。この辺からはあんまり喋ることはないんですよね。基本的にはリプレイ見て、今の弓が下強に負けたのも大事です。近距離で飛び道具を使うということは、ガードされた後の隙を突かれるというだけではなく、今みたいに先に近距離の技に潰されてしまう可能性があります。今、弓矢を下強で潰しましたよね。基本的には飛び道具っていうのは、
発生フレームが非常に遅いんですよ。近距離の技に比べて。なので、近距離で撃った時に発生負けしてしまう。今のように、同じ攻撃発生してるのに一方的に負けてしまうということも少なくありません。当然、ここは近距離なんで飛び道具は使わせない。密着を作り続けてます。常に密着してます、僕は。ちょっと離れてきたんで、そうですね、ブーメランが飛んできます。一応ウルフはブラスター持ってたんで、この前ブラスターを選択したんですけども、基本的には、ウルフ側もウルフ側が飛び道具、この場合ウルフだったんですけど、飛び道具持ってないキャラでも、ガードしておけばいいかなと。飛び道具もあるんで、こっちはバシバシ撃てますという。基本的に、こういった対策が飛び道具、主になってくると思います。あとはそんな特筆スイッチはないんですけど、とりあえずリプレイ見ていただけたらなと。それを加味した上で、このリプレイ見ていただけたらなと。基本的には密着作り続けて、飛び道具、基本的には密着作り続けて、飛び道具を使わせるのがやっぱ一番ですね。あと、飛び道具に対して僕はなかなか被弾してないと思うんですよ。で、被弾してないとき何が重要かって、当たったら相手をすごい楽にさせるという認識が強く持つことが大事で、ガードさえしてしまえば相手も困るんですけど、ちょっとコツンと当たるだけでも、このブメランの一番最先端の部分っていうのは、割と当たってもダメージは少ないんですけど、その分のフレームの負になるので、相手を楽にさせるんですよ。絶対飛び道具に当たってません。ガードさえすれば相手も困る。第一優先はリスクをつけることではなく、ガードという認識を持っていくんですね。今のはちょっと緊急にしちゃって、バステンブメラン当たっちゃった感じです。やっぱり飛び道具一番、これ今のこの緊急のブメラン、このまま同じ緊急のブメラン来るんですけど、基本的には当たってないです。これもガードします。当たることが大事なんで。で、今度ガードした後に、次の飛び道具を構えた僕が、次の飛び道具を対策しようとした僕が暴れたんですけど、そこはしっかりと横距離に出せましたね。ここもガードしてます、ブメラン。これもブーメランはちゃんと避けてます。ブーメラン避けると、この避けた先に対して攻撃を置かれがちなんですけど、とりあえず避けてます。この辺からは特に飛び道具あんまりなかったのかな。飛び道具、なんかあったかな。この辺は僕のプレイがなかなかうまいといった話なんですけど、そうですね。これはもう、ないかな。基本的にはやっぱ密着を作り続けて、最後は勝利と。そういった感じですね。今回の動画はちょっとリプレイを止めながら解説していくというちょっと新しい方法でやってみたんですけど、飛び道具に困ってる方、特にね、オンライン対戦、VIP マッチって結構飛び道具キャラ多いんで、ロボットとかダークサノスとかキングクルールとか、そういったものを対策するのに役立てたらなと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。